こんにちは。私はアイルランドに移住し、フリーランスとして働きながら、アイルランドや田舎暮らしの魅力について発信しています。本日ご紹介する内容は、薪ストーブのメリット、薪ストーブのデメリット、そして暖炉のメリットと暖炉のデメリット、薪ストーブと暖炉共通のデメリット、改善できることなどをご紹介いたします。まずは薪ストーブのメリットについてご紹介します。薪ストーブはとにかくコスパが高いというメリットがあります。暖炉に比べて上に熱を遮るものが何もないので、熱が上に伝わりやすいという特徴があります。また一度温まったら火を消しても部屋を温めてくれます。鉄でできているので熱しやすく冷めにくいというのが特徴です。3つ目のメリットとして、薪が大きくても燃えるので薪割りの手間が短縮できるということがあります。また、扉で匂いや火の粉を防いでくれます。料理をしたり夜間のお湯を沸かせるというメリットがあります。長時間かかる煮込み料理には最適です。夜間のお湯を沸かせるので部屋の湿度も保ちやすいメリットがあります。そして最後に、お掃除が簡単ということがあります。暖炉はお掃除の工程が何工程かあるのですが、薪ストーブの場合は、下にトレイがついているタイプがほとんどなので、そのトレイを外に持って行ってお掃除すれば、簡単に、灰を捨てることができます。逆に、薪ストーブのデメリットもあります。一番、デメリットとして挙げられるのが、ストーブ自体が温まるまで少し時間がかかるということです。また、定期的にパイプの掃除をしなくてはいけません。やっぱりすすとかが溜まってしまうので、そこが溜まるとコスパが悪くなるので、やっぱりどうしても定期的にお掃除する必要があります。次に、暖炉のメリットをご紹介いたします。暖炉のメリットはいかにも火を焚いているという感じを楽しめることです。例えばキャンプが好きな方とかは暖炉クッキングで家キャンをしている気分になれるのでおすすめです。あとは、存在感がある、そして見た目がおしゃれなどが挙げられます。はい。では次は暖炉のデメリットをご紹介したいと思います。まずは、お掃除がストーブに比べて少し時間がかかるということです。先ほどもご紹介したように、何工程かに分かれているので、少し1回で済むということではないんですね。詳しくは私の動画でもご紹介しています。あとは、カバーをしないと、火の粉が、床に飛び散ってしまうということです。風が強い日は煙突から隙間風が入ってきます。そこでやはり多くの家庭が何らかの形で、この暖炉の空いてる部分にカバーをして、なるべく隙間風が入ってこないような工夫をしています。また、石炭を使うときはツンとした特有の匂いがあるんですけども、それが部屋に広がってしまうということです。日本では石炭を使う人はほとんどいないと思うので大丈夫かとは思うのですが、ヨーロッパではやはりまだ石炭を使う家庭が多いので、これがちょっとしたデメリットではあります。少し時間が経ってくると、匂いはほとんどなくなってくるんですけども、やはりその匂いが最初の数分はあるので、それがちょっと気になる方はあまりお勧めできません。また、暖炉はストーブに比べて部屋が温まりにくいというデメリットがあります。どうしてもこのストーブと比べて上の部分がそのまま煙突に直結しているので、暖かさの半分ぐらいは煙突の方に行ってしまうんですね。そうするとやはり
効率が悪いということで、ストーブの場合はもう完全にほとんど全てが部屋中に広まるので、暖かさが部屋に広まるので、ストーブと比べた場合、やっぱりそれが暖炉の決定的なデメリットとなります。逆に、薪ストーブと暖炉共通のデメリットもあります。一番最初に申し上げたいのは、最初に費用がかかるということです。この初期費用っていうのが結構大きくて、その物自体の購入の費用もありますけども、その他に、床の補強だったりとか煙突の設置の工事費用がかかります。自分で薪を割る場合は体力に自信がないとできません。高齢になってくるとどんどんこういったことが大変になってくるので、そういった場合はちょっと薪ストーブとか暖炉は厳しいかなと思います。あとは地域や国によっては、薪代が高いというデメリットがあります。そうですね、日本でも地域によってだいぶ薪代の価格に差があるので、あと薪の種類によっても価格に差が出てきますね。なので、そこはしっかりとうまく、ネットとかで検索して安いところから取り寄せたりとか、何らかの工夫はする必要があると思います。あとは薪を乾燥させる場所と手間がかかるというデメリットがあります。そして、近所迷惑になってしまうという場合があります。これはどんなに煙突を高く設置していたとしても、やはり匂いっていうのはすごく近所に蔓延するものなのですね。私もお隣がたまに暖炉でゴミを燃やしてる時があって、そういう時とかもすぐ匂いが来るので、くれぐれも暖炉や薪ストーブでゴミを燃やす行為だけは避けるようにしましょう。下手すると通報されてしまう可能性もあるのでね、気をつけるようにしましょう。次に、このデメリットに対して改善できることをご紹介したいと思います。まず、初期費用を抑えたい方は、バイオエタノール燃料というものを使うと、煙突がいらないので工事費用を抑えられます。しかしこの場合、燃料費が結構高いので注意が必要です。あとは、最近ではアイルランドでも電気の暖炉が増えてきています。こちらは見た目は暖炉なのですが、電気の温風が、暖炉から流れてくるという仕組みになっています。最近ではこの電気暖炉と普通の暖炉の見た目の差がどんどんなくなってきていて、パッと見はもうほとんど同じ、どちらがどちらか分かんなくなっているほどなので、そうですね、特に高齢の方などでもう薪の用意が大変だ、薪の準備が大変だという方にはおすすめです。あとは、着火剤は新聞紙を使えばほぼタダで済むのでおすすめです。ちなみにですね、最近は新聞を取ってない人が多いかと思いますが、私たちも取っていないのでいつも大家さんからいただいています。アイルランドでは毎月お金を払って廃品回収してもらうので、ゴミが減ることは大家さんにとってもメリットがあるので、ウィンウィンの関係が築けているかなとは思います。地域によっては安く薪を手に入れることも可能です。例えばですね、高齢者が山を管理するっていうのは本当に大変なことなんですね。なので、木を伐採する代わりにただで薪もらえませんかというような交渉をすることは可能だとは思います。その場合、いきなりね、知らない人のところに行ってそんなことをお願いしても変な風に思われてしまうので、何かしら地域に貢献していく中でね、仲良くなった方などにちょっとお願いしてみるというのも良いかと思います。私たちの場合は大家さんが高齢で
大変だということで、私たちが住んでいる敷地内の木はすべて自分たちで管理しています。その代わりに、伐採した木をタダでいただいています。はい。次は、そうですね。自分たちで切って足りない分っていうのがあるんですけども、それは、薪を購入して補充しています。そう、はい。毎年2万5千円分ほど、2万5千円分ほどを一括で購入して、石炭と合わせて少しずつ使っています。これでだいたい4ヶ月は持ちます。あとは、これ結構重要な点なのですが、薪の種類を、ミックスさせることで、だいぶ、コストダウンが図れます。日本では薪は、固めの、ヒノキや栗を使用する人も結構多いのですが、それはですね、固めの薪の方が燃やすのに時間がかかってコスパが高いからなんです。えーすだけしかしアイルランドなどでは杉や、柔らかめの木も燃やします。その分燃えるのも早いのですが、安く買えるので、石炭などと、効率の良い燃料と組み合わせることでコスパを上げることができます。必ずしもこのヒノキとかいうね、ヒノキなどの高級な木材を薪に使用する必要はないということは覚えていていただきたいです。ただ、薪の種類によっては火の粉が飛び散って危ないので、やっぱり暖炉の場合は専用のカバーをしっかりとするようにしましょう。はい。あとはですね、近所との距離が近くて迷惑になるような場合は、風が強くない日やもしくは、雨の日に使用することをお勧めします。こうすることで、匂いが広がるのを抑えられます。メインで使う場合はやっぱりそのバイオエタノール燃料とか、そういった近所の方に迷惑がかからないような燃料にする必要があると思います。あとは、どうしても気にしないで暖炉を使用したいという方は近所が近くにいない場所に引っ越すのがベストかと思います。はい。今回は暖炉と薪ストーブのメリットデメリットをご紹介しました。参考になったと感じた方は高評価をいただけると嬉しいです。今後も、日本ではあまり知られていないことや田舎暮らしに役立つ情報を発信していく予定なので、気になる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。この動画をご視聴いただきましてありがとうございました。